親がクズなら、娘もやっぱりクズだな。同級生の浴びせた言葉に、娘の瞳から涙がこぼれた。高校卒業30周年の同窓会。その会場に選ばれた高級レストラン桜亭で、思いもよらない娘の姿を見ることになった。制服に身を包み、ウェイトレスとして働く娘。底辺の娘が、こんな高級レストランでバイトなんかして、料理人の真似事でもしたいのか？笑わせるなよ。この店のキッチンは、お前みたいな三流が働ける場所じゃないんだよ。言葉を投げかけているのは木田。不動産会社の御曹司として、高校時代から俺のことを見下してきた男だ。彼は、娘が俺の子だと分かった途端、その矛先を娘にも向け始めた。そうだな。お前なんか、今すぐクビにしちゃおうかな。こんなのが働いてると、店の格が下がっちゃうからね。木田は、意地の悪い笑みを浮かべる。おい、お前ふざけるなよ。俺は拳を握りしめた。俺の娘を、仕事を何だと思ってやがる。その時、一人の男性が背後からやってきた。おやおや、騒がしいですね。木田さん、彼の正体を知っていながらの発言じゃないでしょうね。彼は、その男性が明かした俺の正体に、場の空気が一変する。そして、木田は顔を真っ青にさせ、自分の過ぎた言動を激しく後悔することになるのだった。だって、俺の正体は、教室の窓から差し込む春の日差しは、いつもの席で弁当を開ける俺の手を柔らかく照らしていた。周りでは、クラスメートたちが談笑しながら昼食をとっている。その声が妙に遠く感じられた。はぁ。思わず漏れたため息に、俺は自分で呆れてしまう。こんな風に一人で昼食をとるのは、もう慣れているはずなのに。俺の名前は福田白郎。高校2年生。母一人子一人の家で、3年前から母が肺を患っている。そのため、毎日の食事は俺が作っていた。弁当箱の中身は、今朝早くに作った照り焼きチキン。鶏肉は一晩下味をつけて、朝にこんがりと焼き上げた。母さんが好きな生姜の香りを効かせている。付け合わせの千切りキャベツは、シャキシャキした食感が残るように手早く炒めた。母さん、今日はちゃんと食べてくれるかな？昨夜も母は咳き込んでいた。肺を患ってからもう3年。その間、母が台所に立つことはほとんどなくなった。だから、中学1年の頃から料理は俺の日課になった。最初は本当に下手くそだった。焦げた炒め物、味の濃すぎる味噌汁。それでも母さんは美味しいと笑顔で食べてくれた。その笑顔に救われて、少しずつだけど腕は上がってきた。今じゃ料理番組を見ながらメモを取るのが習慣になっている。休日には新しいレシピに挑戦することもある。でも、そんな話を学校でする機会なんてない。周りではクラスメートたちが昨日見た人気アイドルの新曲のことや話題のドラマの展開について賑やかに談笑している。あのシーン泣けたよね。次回が気になる。その声がどこか遠くから聞こえてくるように感じる。同じ教室にいるのに、なんだか自分だけが違う世界にいるような気分になる。みんなが明日の部活のことや週末の予定を楽しそうに話しているとき、俺は食費の計算や母さんの容体に合わせた献立作りのことで頭がいっぱいだ。生きていくために必要なこと。それを考えなきゃいけない自分と、まだそんなことを気にせずに過ごせる彼らとの間に見えない壁があるように感じる。たまに、なんで俺だけがという思いがこみ上げてくることもある。弁当箱の中の小松菜のおひたしをつまみながら、俺は窓の外に目をやった。校庭の桜がまだ固くつぼみを閉じていた。ねえ、それ手作り？突然、耳元で明るい声が響いた。驚いて顔を上げると、そこには晴山すみれが立っていた。晴山すみれは学校で一番の美人と評判のクラスメートだ。雪のように白い肌とすらりとした華奢なモデル体型が印象的な女子で、クラスの人気者でもある。化粧っ気のない整った顔立ちが今俺の弁当を
興味深そうに覗き込んでいた。ああ、まあ、うろたえて答える俺に、晴山は目を輝かせた。すごい。プロみたい。特にこの照り焼きの焼き目、完璧じゃない。家でこんなの作れるなんて。当たり前だよ。毎日作ってるんだから。思わず突き放すような口調で返してしまう。すると、彼女は目を丸くした。え、これ、福田くんが作ったの？じゃあなおさら当たり前じゃないわよ。うちなんて代々レストランやってるけど、私が作ってもこんなに綺麗にはできないもん。この照り焼きのツヤも、キャベツの火の通り方も、小松菜のおひたしの色合いも、全部バランスが取れてる。これってすごいことなのよ。晴山は真剣な表情で続けた。その言葉に俺は少し戸惑った。母の笑顔のために始めた料理が誰かに褒められるなんて考えたこともなかった。晴山は不意に俺の横の席に腰掛けた。ねえ、どうやって作ったの？教えてくれない？周囲の視線を感じた。クラスの人気者である晴山すみれが目立たない俺にこんなに長く話しかけているのだから当然だ。数人の男子が羨ましそうな、あるいはいぶかしげな目を向けてくる。でも晴山の瞳には純粋な興味しか映っていなかった。レストランの娘である晴山がこんな弁当に興味を持ってくれるなんて。これまで誰にも話せなかった料理の話をもしかしたら彼女とならできるかもしれない。そんな予感で胸が温かくなった。まあ簡単だよ。下味をつけるときにね。その日から昼休みになると晴山は俺の席に弁当を持ってくるようになっていた。あ、今日は唐揚げね。ああ、衣にカレー粉を混ぜてみたんだ。最初は俺たちの周りに距離を置いていたクラスメートたちも晴山が明るく俺に接しているせいか徐々に会話に加わってくるようになった。そんなある日、晴山の親友の一条元美がある提案をしてきた。ねえ、文化祭の模擬店、福田くんに手伝ってもらわない？だって去年の模擬店、味が微妙だったでしょ？福田くんが作ったら絶対美味しくなるよ。晴山が目を輝かせた。いいアイデアね。私も手伝うわ。こうして俺は文化祭の料理部門のリーダーをすることになった。文化祭の話し合いは自然と盛り上がり、次々と新しいアイデアが飛び交う。普段は遠く感じていたクラスメートたちの声が、今はすぐ隣で温かく響いていた。みんなが帰った後、教室の戸締まりをしている俺のところへ、晴山がやってきた。よかったね、福田くん。晴山がぽつりと言った。何が？最近楽しそうだから。前は一人でお弁当を食べてて、寂しそうだった。みんなも声かけづらそうにしてたし。晴山は制服の袖を整えながら続けた。勇気を出して話しかけてよかった。福田くんの美味しい料理も食べられるし、私、こう見えてめちゃめちゃラッキーなのよね。お前、昨日も廊下でこけてただろ。ひどい。あれは転んだ拍子に100円玉見つけたの。ちゃんとプラスになったわよ。夕暮れの教室で俺たちは笑い合った。翌朝、教室に入ると、クラスメートの木田正樹が俺の机の横に立っていた。木田は成績優秀、スポーツ万能で有名だ。おまけに地元では有名な感動不動産会社の社長令族でもある。木田は俺の机に手をつき、威圧的に身を乗り出してきた。おい福田、お前、文化祭の料理担当のリーダーになって、調子に乗ってるんじゃないか？男のくせに料理なんかしてさ、見てるとムカつくんだよ。そう言うと、木田は俺のカバンを奪い取り、試作品の入った容器を乱暴に掴み上げた。蓋が外れ、中身が見える。中には、みんなで意見を出し合った文化祭で作る予定のたこ焼きが入っていた。へえ、これ文化祭で作るやつか。なんかまずそうじゃね？ああ、お前の母ちゃん病気だったよな。お前の母ちゃん、お前のまずい料理食って具合悪くなったんじゃねえのか？なんだと？その言葉に俺の体が震えた。木田くん、なんてことを言うの？言っていいことと悪いことの区別もつかないの？晴山が声を上げる。
いつもの優しい表情は消え、まっすぐな眼差しで木田を睨みつけていた。持っていた教科書を強く握りしめる手が震えている。おい、すみれ。なんでお前、こんなめめしいやつとつるんでんだよ。俺なら、高級レストランに連れてってやるぜ。こんな貧乏臭い手作り弁当なんかより、ちゃんとしたもの食わせてやるよ。木田は、晴山の腕を掴んで引っ張ろうとした。いた、やめて。やめろよ。俺は反射的に声を上げた。うるせえな。お前はこれ食ってればいいだろ。木田は容器を逆さまにして振った。たこ焼きが床に落ちる音が異様に大きく響いた。ソースと一緒に床を転がっていく。木田はそれを靴で踏みつぶしながら笑った。ほら食えよ。声が出なかった。昨日の夜遅くまでかかって、やっと完成した試作品。その一つ一つに込めた思いが、木田の靴の下で潰されていく。木田は最後に空になった容器をゴミ箱に投げ捨てた。教室は静まり返っていた。誰も声を出せない。ただ、起きていることを見つめることしかできない。その時、一条も教室に入ってきた。状況を察したのか、すぐに木田の前に立ちはだかる。木田くん、先生呼んでくる？それとも、ここでちゃんと謝る？一条の冷たい声に、木田は顔を引きつらせた。謝りゃいいんだろ？どうもすみませんでしたと。そう言い残して、木田は教室を出て行った。福田くん、大丈夫？晴山が心配そうに、俺の顔を覗き込む。大丈夫だ、晴山。ありがとう。一条も、俺は微笑んで見せた。だが、床に落ちたたこ焼きを拭き取りながら、喉の奥が熱くなるのを感じた。何度も練習を重ねた試作品、みんなの笑顔を思い浮かべながら作った一品が、こんな形で踏みにじられるなんて。するとその時、晴山が俺のカバンを手に取った。あ、彼女はカバンの中から小さな容器を取り出していた。中には試作品のたこ焼きが入っている。一つだけ、木田は見逃していたようだ。ねえ、これ食べてみていい？晴山は俺の顔を覗き込むように尋ねた。俺がうなずくと、晴山は蓋を開け、一つを頬張った。おいしい。その声に、周りにいた一条たちが集まってきた。私も食べていい？僕も。ねえ、これカレー味？すごくいい香り。次々と手が伸び、みんなが笑顔で頬張っていく。ほら見て、福田くん。ふと、晴山が俺に向かって微笑んだ。福田くんの料理を食べると、みんな自然と笑顔になるの。これって、すごく素敵なことだと思うわ。その言葉が胸に染みた。母さんの笑顔のために始めた料理。それが、こんな風に誰かの笑顔につながっていく。クラスメートの笑顔を見ているうちに、俺の胸には、もっとたくさんの人を笑顔にしたい。料理で人を幸せにできる存在になりたいという気持ちが湧いてきた。そうだ、俺は料理人になろう。教室の窓から朝日が差し込んでいた。その光を浴びながら、俺は決意を固めていた。その年の冬はいつもより早く訪れた。病室の窓から粉雪が舞い落ちるのが見えた。俺はベッドに横たわる母さんをそっと見下ろす。母さんが目を覚ますことはもうない。俺の作った料理を最後まで美味しいわと笑顔で食べてくれた母さんは静かにまるで眠るように言ってしまった。翌日に行われた葬儀の後、すみれが声をかけてきた。白老。すみれの目は赤くなっていた。そんな彼女に俺は自分の決意を告げた。俺、高校を卒業したら料理人になる。そのために修行に行こうと思う。修行？あ、まずは東京の有名店を回って、それから全国を回りたい。すみれの瞳が揺れた。そう、遠くまで行くのね。日本一の料理人になりたいんだ。母さんもそうしなさいって最後にそう言ってくれた。俺は空を見上げた。気をつけてね。すみれの声は風に消されそうなほど小さかった。視線を戻すと彼女はうつむいていた。白老ならきっと素敵な料理人になれる。だって白老の料理には人を幸せにする力があるから。だから絶対に帰ってきてね。
その時は私の店にも来てちょうだい。一緒に料理がしたいな。言葉を紡ぐうちに、すみれの声が震え始めた。ごめんね。こんなこと言っちゃって、修行に行く白老の背中を笑顔で見送りたかったのに。私バカだよね。こんな風に泣いちゃって。すみれは一生懸命笑顔を作ろうとしたけど、頬を伝う涙は止まらない。でも私、白老といられなくなるのが寂しくて。その言葉に、俺は迷わずすみれを抱きしめた。必ず戻ってくるよ。約束する。その時は、すみれの店で一緒に料理を作ろう。俺たちはそっと小指を絡めた。外では雪が積もり始めていた。高校を卒業してすぐに上京した俺は、そこから全国の有名店を渡り歩いた。最初は東京の老舗割烹で皿洗いから始めて、徐々に包丁を握らせてもらえるようになった。夜中まで続く仕込み、朝一番での市場通い、休む間もない接客の毎日。まな板の前に立ち続けて、足が棒になり、包丁で手を切っても包帯を巻いて立ち続けた。時には挫折しそうになることもあった。でも、すみれとの約束を思い出すたびに、もう一度立ち上がることができた。修行の日々は決して楽ではなかったが、一皿一皿に込める思いは確実に強くなっていった。そして11年が経ち、俺は懐かしい商店街に足を踏み入れた。商店街は昔より店の数が減っているように見える。シャッターの閉まった店も目立つ。そんな中、角を曲がると晴山家のレストランの看板が見えてきた。昔は週末ともなれば行列ができていた店なのに、今は客の姿はまばらだ。窓ガラスは少し曇って、看板の文字も色あせている。胸に不安が広がるのを感じながら、ドアに手をかけた。チリンと懐かしい音を立てる鈴。その音に一瞬、昔の賑やかな店内が重なって見えた気がした。いらっしゃいま。白老。ドアを開けると、すみれが驚いた様子で迎えてくれた。高校を卒業して以来だ。相変わらず綺麗だけど、目の下には疲れが見える。ただいま。お帰りなさい。すみれの声が少し震えた。約束通り帰ってきたぞ。それよりすみれ、どうしたんだ？店がひっそりしてるけど。すみれはうつむいた。お父さんが夏に倒れて、それからお客さんが徐々に減っていったの。最初はみんな心配して寄ってくれたの。でも、私一人じゃ父のような味は出せなくて、少しずつ客足が遠のいていったの。吹きかけのグラスをすみれは強く握りしめた。新しい商業施設ができて、チェーン店も増えて、私たちみたいな小さな店はどんどん厳しくなっていって。すみれが言葉を詰まらせる。店内を見渡すと、テーブルクロスは少し色あせ、壁紙も剥がれかけている。すみれ、手伝わせてくれ。俺の言葉に、すみれは驚いたように顔を上げた。でも、大丈夫だ。メニューも新しくして、内装も改装して、この店をもう一度、笑顔が集まる場所にしよう。それから数ヶ月、俺たちは一生懸命働いた。昼は営業、夜は新メニューの試作。すみれの父の味を受け継ぎながら、俺なりの工夫を加えていく。これ、美味しい。お父さんの味に似てるけど、なんだか新しい。そう言って破顔するすみれに、俺の心が満たされていくのを感じた。新しくしたのは料理だけではない。テーブルクロスを新調し、壁紙も張り替えた。すみれの提案でテラス席も作った。そうしていくうちに少しずつだけど客足が戻り始めた。ランチタイムには OL たちが笑顔でおしゃべりを楽しむようになり、夜には家族連れの姿も増えてきた。昔からの常連さんたちも戻ってきてくれて、ここの味が恋しかったのよと言ってくれる。白老の料理って本当に人を笑顔にする力があるのね。閉店後、すみれはそう言って微笑んだ。夜遅くまで残って片付けをする彼女の横顔を見ながら、俺は胸の高鳴りを感じていた。テーブルを拭くすみれの手が窓から差し込む街灯の光に透けて見える。俺は深く息を吸い込んで決意を固めた。すみれ、ん？結婚してくれ。
すみれの皿を拭く手が止まる。この店で、すみれと一緒にたくさんの人を笑顔にしていきたい。窓の外では星が瞬いていた。すみれは目に涙を浮かべながらうなずいた。結婚式は小さかったけれど、温かいものだった。常連のお客さんたちも祝福してくれて、一条も駆けつけてくれた。病気を押して参加してくれたすみれの父も、涙を流して喜んでくれた。店は任せたぞ。その言葉を胸に、俺たちは毎日を過ごした。少しずつ評判は広がり、週末には行列ができるようになった。すみれが接客を、俺が厨房を守る。二人でこの店を、この町一番の笑顔の集まる場所にしていこう。そう誓った矢先、すみれが妊娠した。その時は、これ以上ない幸せを感じていた。すみれの体調の変化に気づいたのは、その1ヶ月後だった。急な立ちくらみで倒れたすみれを病院に連れて行くと、医師の表情が曇った。悪性の腫瘍が見つかりました。かなり進行しています。診察室で告げられた言葉に、世界が止まったように感じた。このままでは厳しい状況ですが、今なら抗がん剤治療の効果が期待できます。ただし、妊娠中の抗がん剤治療は胎児への影響が避けられません。場合によっては妊娠を断念していただく必要があるかもしれません。その言葉の意味を理解するまで少し時間がかかった。妊娠か治療か、つまりどちらかを選ばなければならない。やっと手に入れた幸せなのに、やっとすみれと二人で作り上げた店なのに、頭の中が真っ白になる。すみれの笑顔が、店でのたくさんの思い出が走馬灯のように駆け巡った。喉から言葉を絞り出そうとした。その時、すみれが俺の手を強く握った。私、この子を産みたい。でも、ごめんなさい。わがままだってわかってる。でも私、この子にあなたの作る料理を食べてほしいの。これが幸せの味なんだって教えてあげたいの。すみれは静かに微笑んだ。その瞳には涙が溢れている。俺は何も言えなかった。ただ、震える彼女の手を強く握り返すことしかできなかった。窓の外では春の雨が静かに降っていた。年が明けて娘が生まれた。俺たちは彼女に節という名前を送った。節が生まれてから、すみれは懸命に病と戦った。抗がん剤の副作用と戦いながら、一生懸命娘の成長を見守ろうとした。白露、ごめんね。あんまり動けなくて。気にするな。今は静かに休んでくれ。私、この子の成長をどれだけ見守れるのかしら。病室で節を抱きながら、すみれはそうやって時折涙を流した。そして、節が4歳の春、すみれは静かに息を引き取った。すみれが亡くなってから、俺は料理が作れなくなった。厨房に立つと、ここでずっとすみれと一緒に作ってきた思い出が押し寄せる。包丁を持つ手が震え、作り慣れた料理の味さえわからなくなった。すみれがいない店で作る料理に、もう意味を見出せなくなっていた。申し訳ありません。常連のお客様に頭を下げる日々が続いた。そして、ついに店を畳むことにした。店を畳んだ俺は、商店街の片隅のコンビニで、店長として働きながら、節を育てていく日々を過ごしていた。弁当の販売数と在庫管理、アルバイトのシフト調整。料理人だった頃の腕は、レジ打ちの正確さに形を変えていった。パパ、お弁当作ってよ。節が時々そう言うけれど、俺にはもう作れない。スーパーの惣菜でごまかす毎日だ。すみれに申し訳ない気持ちと、料理をすることへの痛みが、胸の奥で絡み合っていた。でも、節の寝顔を見るたびに思う。すみれは残された時間のすべてを、この子のために使ってくれた。今は、この子を育てることだけを考えよう。料理の道は、もう俺の進む道ではない。そう自分に言い聞かせる日々が、もう10年以上続いていた。行ってきます。玄関から聞こえるそっけない一言と、ドアの閉まる音。高校2年生になった節は、俺が出会った頃のすみれと同じような顔立ちをしている。行ってらっしゃい。
俺の返事が届かなかったのは分かっている。ここ数ヶ月、節は俺と目を合わせようとしない。夜遅くまでバイトがあると言って帰りも遅い。休日も友達と出かけると言ってほとんど顔を合わせない。スーパーの惣菜を温めて朝食を作る。かつて料理人だった腕は完全に錆びついていた。パパ、お弁当作ってよ。そう言っていた節の笑顔はいつの間にか消えていった。中学生になる頃から節は徐々に口数が減っていった。惣菜を弁当箱に詰め替える手が止まる。母親もいない。父親は元料理人なのに料理もできない。友達から母親の手作り弁当や休日の家族団らんの話をきっと節は聞いているだろう。そんな話を聞くたび、節はどんな気持ちでいるのだろう。財布の中にはコンビニ店長の給料日まであと1週間を埋めるための札が数枚あるだけだった。節の学費と生活費を考えると夜の短時間バイトも必要かもしれない。ただいま。その日も節は夕食の時間を過ぎてから帰ってきた。食べてきたと言って自分の部屋に消えていく後ろ姿にすみれの面影を見る。俺は父親としてこれでいいのだろうか。テーブルに置かれた夕食の惣菜が冷めていくのを見つめていた。思春期の娘に悩む日々を過ごしていたある日、コンビニの事務所でバイトの面接を終えた時だった。店長、お電話です。娘さんの担任の先生から。レジのパートさんが顔を覗かせる。受話器を取ると懐かしい声が響いた。久しぶり、福田くん。節さんの担任をしている一条です。ああ、一条か。久しぶりだな。先生になったの知ってた？ああ、節の入学式の時に見かけたよ。でもそっちは忙しそうだったから。そうだったわね。あの時はごめんなさい。話しかけたかったんだけど、バタバタしちゃってて。一条は少し申し訳なさそうな声を出した。娘の件で話がある。と言われた俺は、久しぶりに母校を訪れた。久しぶり、福田くん。入学式以来かしら。ああ、そうだったな。今日ね、節さんが家庭科室で包丁を使ってたの見たんだけど、その手さばきがもう、野菜の切り方とか段取りとか、さすがお父さんの娘だなって思っちゃった。一条はくすりと笑う。その仕草は高校時代と変わらない。相変わらずだな、お前は。生徒の細かいところまで気がつく。当たり前よ。私担任なんだから。もうあの頃の私じゃないわ。そう言って、一条は少し照れたように黒板を見合った。教室の窓からは夕日が差し込んでいた。その光の中で一条の心配そうな表情が一層優しく見えた。節さん、最近すっかりすみれに似てきたわね。ああ、本当にな。俺は思わず柔らかな表情になる。特に笑った時の目元とか横顔とか見ているとすみれがそこにいるような気がする。私も授業中によく見てしまうの。あの真面目な眼差しもすみれそっくり。一条の言葉に懐かしさと温かさが胸に広がった。でも最近は反抗期なのか、俺とはほとんど口を聞かなくなってしまって。一条は心配そうに俺を見つめ、一枚の進路希望調査票を俺の前に置いた。これ、節さんのよ。用紙は空白のままだった。節さんにも聞いたわ。ちょっとでもいいからやってみたいって思うことはないのかって。成績は悪くない。むしろクラスの上位。だから、なろうと思えば何でも目指せるはず。だけど節さんは何も答えないの。福田くん、節さんが将来何になりたいのか知らない？俺は机に置かれた進路希望調査票を見つめた。俺は重たい声で答えた。すまない。俺にもわからない。最近は節とはほとんど話もしないんだ。学校のことを聞いても別にって一言だけ。母親がいなくて父親の俺は仕事ばかり。こんなんじゃ娘に愛想つかされても仕方がないよな。俺は父親失格だ。そんなことない。一条の声がいつもより強く響いた。すみれのことは
本当に残念だった。でも、福田くんはよく頑張ったと思う。私、節さんの様子を見てて思うの。きちんとした子に育ってる。礼儀正しいし、授業態度もいい。宿題も必ず提出するし。これは、お父さんの背中を見て育ったからよ。一人で節さんを育てながら、毎日きちんと働いてきた。あなたの姿を。福田くん、あなたは立派な父親だと思う。一条は少し前かがみになって続けた。その言葉に胸が熱くなった。すみれもきっとそう思ってると思うわ。ありがとう。窓の外では夕焼けが深まっていた。そうだ、福田くん。今度同窓会があるんだけど、来てくれるよね。立ち上がりかけた俺に一条が声をかけた。同窓会？ええ、卒業30周年だからみんなで企画したの。そういえば、郵便受けに案内が入っていたような気がする。ずっとコンビニの仕事と節のことで精一杯で見ないふりをしていた。いや、俺なんか。来てよ。すみれと結婚してお店やってた頃の話も聞きたいし。一条は少し考えるように目を伏せた。私たち、あの頃の福田くんの料理が忘れられないの。文化祭の時のたこ焼きとか本当に美味しかった。だけど俺は、もう料理なんて。わかってる。でもたまには思い出話でもしましょう。みんな福田くんのことを気にかけてるのよ。それに気分転換にもなるかもしれないでしょ。毎日コンビニと家の往復じゃ息が詰まっちゃうわよ。夕暮れの会議室に一条の優しい声が響く。確かにその通りかもしれない。ここ数年、仕事と家庭の往復だけの生活。たまには昔の仲間と会うのも悪くないだろう。わかった。行くよ。よかった。一条の声が明るく弾んだ。同窓会の会場であるレストラン桜亭の看板が夜の街に暖かな明かりを投げかけていた。福田、久しぶり。元気だった？変わんないね。エントランスをくぐると懐かしい顔ぶれが次々と声をかけてきた。立食パーティー形式の会場にはすでに何人もの同級生が集まっている。来てくれてありがとう、福田くん。一条が嬉しそうに近づいてきた。赤のワンピース姿がひどく似合っていた。ここの料理、すごく美味しいのよ。この前も友達と来たんだけど、特にフレンチベースの創作料理が評判で、ドリンクを手に取りながら一条が言った。テーブルには色とりどりのオードブルが並んでいる。確かに盛り付けが美しい。このソースの香り、懐かしいな。ビュッフェテーブルに並ぶ料理の香りが鼻をくすぐった。昔、すみれと一緒に考えたソースに似ている。そんな風に料理に注目していると、パーティー料理を取りに来ていた女性が声をかけてきた。福田くん、覚えてる？私文化祭の時の実行委員だった。ああ。あの時の福田くんの料理、忘れられないのよ。特に、たこ焼きの衣の軽さっていうか、あの食感が絶妙で。近くにいた男性も話に加わった。そうそう、俺なんか3皿くらい食べちゃって、今でも文化祭って言えば、あの味が思い出されるよ。立食パーティーならではの自然な出会いと会話が続く。30年の時を経て、みんな少しずつ変わっていた。でも、笑顔は高校生の頃のまま。グラスを片手に思い出話に花が咲く。福田くん、今はコンビニの店長さんなんだって。娘さんも高校生になったんだよね。質問の言葉に軽くうなずきながら答えていく。料理の話題になると少し胸が痛むけれど、この場の温かな空気がその痛みを少しずつ和らげてくれるような気がした。その時、給仕用の制服を着た少女がオードブルを運んでいくのが目に入った。すらりとした背丈にすみれに似た横顔。節。思わず声が漏れる。節も俺に気づいたのか、一瞬動きを止めた。父さん？お前、ここでバイトしてたのか？うん。返事は小さく、俺の目を見ようとしない。制服の襟元を無意識に触る仕草は、まるですみれそっくりだった。福田くん知らなかったの？節さんがここで働いていること。一条が驚いた声を上げた。ああ、バイト先については、
友達の紹介で見つけたっていうだけで、詳しく聞いても駅前の方としか答えてくれなかったから。そう。一条の声にはどこか心配そうな色が混ざっていた。なんとなく漂う気まずい空気を払拭するかのように、一条が明るい声を上げた。そういえば福田くん、節さん料理上手なのよ。え？特に調理実習の時、先生たちが給湯室でね、節さんのグループだけプロの料理みたいって、味付けのバランスから盛り付けまでどれも完璧なんですって。やっぱり親の血筋かしらね。一条は嬉しそうに続けた。その言葉に周りにいた同級生たちが節に注目し始めた。この子が福田の娘さん。本当だ、すみれにそっくり。かわいいわね。やっぱり二人の娘だもんね。料理の才能も受け継いでるのかしら。突然の注目に節の方が赤く染まる。給仕用のトレイを胸の前で握りしめ、どこか落ち着かない様子だ。私、仕事がありますので、失礼します。節は軽く頭を下げると、そそくさとビュッフェテーブルの方へ向かっていった。その後ろ姿を目で追いながら、俺は複雑な気持ちになった。料理がうまいなんて、家では一度も見せたことがなかったのに。反抗期の娘を持つと大変だよな。うちの娘もさ、最近はうるさいの一言で済ませるんだよ。会話が続かなくて。さあさあ、こっちが心配で声をかけても大丈夫だからって、もう何考えてるのかわからなくて。俺と同じで高校生の娘がいるというクラスメートの言葉に苦笑いを返しながら、どこか救われた気持ちになった。娘との距離に悩んでいるのは俺だけじゃないんだ。そんな思いに浸っていると、会場の雰囲気が微妙に変化した。滑らかな足取りで近づいてきたのは木田だった。高価そうなスーツに身を包み、人の良い笑顔を浮かべている。この会場気に入ってもらえたかな。桜亭はうちの会社の重要な取引先でね。木田は周囲に聞こえるような大きな声で言った。ここは最近ミシュランにも載ったしね。一般のお客様はなかなか予約が取れないんだけど、うちみたいな大口顧客は別格ということさ。半年待ちの予約も僕が一声かければすぐに席を抑えられるんだ。グラスを片手に木田は満足げに続けた。そんな木田の周りに次第に人が集まってきた。へえ、すごいじゃない。そういえば木田くん、不動産会社の社長の息子だったよね。さすがね。追従するような声に木田はますます得意げになる。その時、木田の目が俺に止まった。人のいい笑顔が一瞬で嘲笑に変わる。おや、福田じゃないか。聞いたよ。今はコンビニの店長だって。木田の声に周囲の空気が凍りついた。高校の時は随分と調子に乗ってたよな。学年一の美女と言われる晴山に媚びを売るのに一生懸命で。それで、そうやってゲットしたあの店はどうなったんだっけ？潰されたんだっけ？さもありなんだよね。男のくせに料理なんかやってるから。木田はグラスをくるくると回しながら言った。俺はね、お前とは違ってちゃんとした仕事をしてるんだよ。年収100億だ。福田には一生かかっても手の届かない金額だろ。コンビニの店長なんて、所詮その程度。でも、君らしいよ。器の小さい男は小さな仕事しかできないもんな。木田はまたグラスをくるくると回しながら、意地の悪い笑みを浮かべた。まあ、かわいそうなのはすみれの方だよな。お前なんかと結婚しなきゃ、もっと長生きできたかもしれないのに。その瞬間、フロアに響いていた話し声が静まり返った。お前には、すみれの生き様を語る資格なんてない。俺の声は静かだったが、重い響きを持っていた。すみれは自分の意志で生きた。最後の一瞬まで、自分の選んだ道を誇りに思っていた。そんな彼女の人生を、お前のような男にけなされてたまるか。木田はさらに挑発的に笑みを深める。はっ、何が生き様だ。お前みたいなクズと結婚して、店なんか継いで、結局それで命を縮めただけだろ。俺なら高級病院だってすぐに手配できたのに。まあ、所詮その程度の男を選んだすみれも、バカだったってことだな。その瞬間、やめて。パシャ。突然の叫び声とともに、木田の高価なスーツに
赤ワインが豪快に飛び散った。節が手に持っていたワインを気だめがけて浴びせたのだ。人の人生を、大切な思い出を、そんな風に笑わないで。節の声は震えていたが、その瞳は強い光を放っていた。母は最後まで自分の選んだ道を誇りに思っていた。私のことを思って残された時間すべてを使ってくれた。父だって私のために一生懸命頑張ってきた。毎日コンビニで働きながら一人で私を育ててくれた。そんな父の背中を見て育った私はちゃんとわかってる。寂しいのに私の前では無理に笑顔を作ってこっそり夜泣いてるの知ってる。大切な人を失って、それでも前を向いて生きてきた父を、母の分まで私を育ててくれた父を、そんな父のことを、あんたなんかに笑わせない。節の瞳から涙がこぼれ落ちる。節の言葉に俺の胸が熱くなった。俺に愛想を尽かしていると思っていた娘が、こんなにも俺のことを見ていてくれた。分かってくれていた。節は姿勢を正し、木田をまっすぐに見つめた。それに木田さん、あなた、私の母に嫌がらせしてましたよね。その静かな、しかし芯の強い声が会場に響く。母が残した日記を、私全部読んだんです。だから、母の同級生のこともほとんど知ってます。もちろん、木田さんのことも書いてありました。すみれが日記を書いていることは知っていた。すみれが他界した後、その紫色の手帳は俺の手元に残された。でも、開くことはできなかった。すみれの最後の言葉や思いが記されているのかもしれないとは分かっていたが、その日記を開いて読んでしまえば、本当にすみれがいなくなってしまったことを、現実として受け入れなければならない気がしたのだ。だから俺は、その日記をタンスの奥にしまい込んだ。きっと節は、その日記を見つけたんだ。母は日記に、木田くんにしつこく付きまとわれて困ると書いていました。断っているのに、毎日のように店に来て長居したり、下校時に執拗に待ち伏せしたり、友達と話していると、無理やり割り込んでくるし、父と仲良くしているのを見ると、とっても意地悪な嫌がらせをしてきたって。節の言葉に会場がざわめいた。そういえば木田くん、すみれによく話しかけてたよね。いつも断られてたのに。教室移動の時も廊下でずっと待ってたじゃん。私も覚えてる。帰り道わざと遠回りして逃げてたって晴山さん言ってた。思い出話はまるで堰を切ったように広がっていった。木田への視線はすっかり冷ややかなものに変わっていた。木田の表情が次第に険しくなっていく。額には油汗が浮かんでいた。へえ、カエルの子はカエルってのは本当だな。親子揃ってレベルが低いんだから。木田は冷たい声を出した。その口調に俺は身構えた。そんな日記がなんだって言うんだ？嘘も大概にしろよ。こんな底辺が高級レストランでバイトなんかして、料理人の真似事でもしたいのか？笑わせるなよ。この店のキッチンには、お前みたいな三流以下のクズは入れないのにね。そうだな。お前はクビだ。え？目を見開く節を見て、木田の口元が歪んだ笑みを浮かべる。わかってるのか？桜亭が俺たちの会社とどれだけの取引があるか。木田はゆっくりと節に近づいた。年間100億の再開発案件。これがパーになったら、この店がどうなると思う？お前ごときのバイトが、そんな大口顧客の俺に逆らっていいと思ってるのか？会場の空気が一層重くなる。木田は声を落として続けた。俺が一言言えば、お前なんかすぐにクビだ。いや、それどころか、店の評判も落としてやれる。衛生管理が悪いとか、接客が最低だったとか、いくらでも言いふらせるんだよ。節の顔から血の気が引いていく。これが大人の世界ってやつさ。お前みたいな三流以下のクズが、一流店で働けると思った方が間違いだったんだよ。さあ、今すぐ制服を脱いで、二度と来るな。木田の言葉が突き刺さるように響き、節の肩が小刻みに震えた。制服のエプロンの端を強く握りしめる指が、その悔しさと恐れを物語っている。その時、背後から冷静な声が響いた。お客様、何か不都合でもございましたか？低い、
しかし、威厳のある声だった。振り返ると、そこにはレストランのオーナー、木戸貞宗が立っていた。ああ、木戸オーナー。先日は100億の再開発案件でお世話になりました。木田の声がまるで別人のように変わった。木田は頭を下げながら、こびるような笑顔を浮かべる。こんなところで申し訳ありません。この親子が騒ぎを起こしまして、父親は私に向かって暴力的な態度を取るし、娘の方は給仕の最中に大声を出すし、ワインまでかけられちゃって、こんな低レベルな人間は、桜亭のような一流店にはふさわしくありませんよ。従業員の質が問われます。即刻解雇すべきかと。木田が、節を指さしながらそう言った。節の表情がこわばる。貞宗は、ゆっくりと目を閉じ、深いため息をついた。なるほど。確かにサービス業として、お客様に不快な思いをさせるのは、大きな問題です。その小姉に、木田は表情を明るくして、満足げにうなずいた。節の顔から血の気が引いていく。申し訳ありません、オーナー。ですが。節ちゃんは黙ってて。貞宗の言葉に、節は、はい。と、青い顔のまま、小さな声でつぶやく。俺は思わず、娘の肩に手を伸ばそうとした。ですので、そちらとの100億円規模の再開発案件は、すべて白紙とさせていただきます。穏やかな表情のまま、ゆっくりと紡がれた貞宗の言葉に、俺は手を止めた。え？木田の笑みが凍りつく。白紙にするって、どういう意味ですか？貞宗は、穏やかな表情のまま、ゆっくりと言葉を重ねる。先ほど申し上げた通りです。御社との100億円規模の再開発案件を、すべて白紙に戻させていただきます。ちょっと待ってください。木田の声が少し裏返る。そんな大きな判断を、こんな些細なことで。些細ですか？貞宗の声が一段と冷たくなる。あなたが今愚弄した方は、私の師匠、白老さんです。私がこうして桜亭を開業できたのも、すべて彼のおかげなのです。誇らしげな貞宗の言葉に、会場にざわめきが起こる。15年前、パリのミシュラン三つ星店で、私は白老さんと出会いました。当時の白老さんは、世界中の名店を巡る武者修行の途中でした。東京、京都、香港、パリ、どの店でも、その卓越した技術を認められ、スカウトの声がかかったほどです。貞宗は、懐かしむように目を細めた。私は、白老さんの繊細な包丁さばきと、独創的なソース作りに魅了されました。特に、和の技法をフレンチに取り入れた斬新な調理法は、パリの料理人たちを驚かせていました。私は、白老さんの料理を食べてすぐ、弟子入りを志願しました。今の私があるのは、すべて白老さんの薫陶のおかげなのです。貞宗は、木田を一別してから、ゆっくりと続けた。ある日、突然白老さんが日本に帰ると言い出したんです。当時、パリの美食界で話題になっていた矢先でした。行く先々のレストランからオファーが押し寄せていたのに、会場が静まり返る。誰もが貞宗の話に聞き入っていた。私がなぜですかと尋ねると、白老さんはこう答えました。約束があるからと。そう言って、白老さんは日本に帰られました。節が大きな瞳で俺を見つめている。木田の顔からはうっすらと冷や汗が浮かんでいた。私はそれから数年ほどフランスで腕を磨いた後、白老さんを追うようにこの町に店を開きました。パリで教わった技術を活かしながら、白老さんが育った町の人々の笑顔を見たい。そう思ったんです。でも、白老さんの店が見つからない。おかしいと思っていました。貞宗は少し言葉を置いて視線を落とした。そんなある日、一人の女子高生が面接にやってきたんです。それが節ちゃんでした。貞宗は優しい眼差しで節を見た。話を聞いていくうちに事情が分かってきました。白老さんは地元に戻られた後、晴山家のレストランを立て直し、すみれさんと結婚された。でも、すみれさんが亡くなられてから、白老さんは包丁を持てなくなってしまった。料理人としての情熱も、腕も確かにそこにあるのに、大切な人を失った悲しみが
その全てを封じ込めてしまった。会場に重い沈黙が流れる。貞宗の声がさらに柔らかくなる。面接に来た彼女が白老さんの娘さんだと分かったとき、私は迷わず採用を決めました。あの白老さんの娘さんなら、きっと料理の心も受け継いでいるはずだと。そして、私の直感は間違っていなかった。彼女の仕事ぶりを見ていると、白老さんそのものなんです。包丁を持つ手つき、火加減を見る目つきすべてが。貞宗は節の方に向き直った。節は照れたのか、顔を少し赤くした。その時、木田がうろたえたように声を上げた。ちょっと待ってください。福田があなたの師匠だったからという、そんな個人的な理由で契約を破棄されても、我が社としては問題にせざるを得ません。このプロジェクトには、すでに多くの関係者が関わっています。工事の準備も始まっているんです。それを今更白紙に、これは損害賠償問題になりかねませんよ。貞宗はゆっくりと木田の方を向いた。その表情はさっきまでの優しさが消え、冷たい厳しさを帯びていた。個人的ですか？その一言に木田がわずかに後ずさる。貞宗は木田を見据えたまま言葉を続けた。私は人とビジネスをしているんです。契約書にサインする前に、まずその人の人となりを見る。それが私のポリシーです。父親を侮辱し、天津さえ一人の少女を傷つけた。そんな人間性の持ち主が率いる会社と100億の契約を結べると思いますか？この町の再開発は単なる建物の建て替えではありません。人々の暮らし、思い出、未来がかかっている。その大切な事業を他人の心も痛みもわからない人間に任せられるはずがない。木田の顔が青ざめていく。商売は信用が全てです。人として信用できない相手とどうやって長期的な信頼関係を築けると、今日のあなたの言動は私にとって十分な判断材料になりました。貞宗の言葉は会場に集まった人々の心にも深く響いているようだった。クラスメートたちが木田から少しずつ距離を取り始めている。重苦しい空気が会場に満ちていた。木田が言葉を失い、額に浮かんだ汗を拭おうとしたその時。なんでいつもお前なんだよ。突然、木田が絞り出すような声を上げて俺を指さした。お前なんか、いつも一人ぼっちの惨めな奴だったじゃないか。昼飯も一人で食ってる哀れな奴。料理なんかやって、めめしい真似して、なのにすみれは、お前のことばっかり見てた。お前なんかに何ができるって言うんだ。俺の方がずっと上なのに、金も実家も全部持ってるのに。なのにどうしてお前みたいな奴が、どうしてすみれに選ばれて、どうして、木田の叫びが会場に響く。長年の嫉妬と憎悪が歪んだ形で溢れ出していく。木田、お前は昔から他人の気持ちを考えたことがないんだな。俺は静かに、しかし強い声で言った。何？すみれが俺のどこを見てくれていたのか、節がどんな気持ちで料理の道を選んだのか、そういう目の前にいる人の思いに一度でも心を寄せたことがあるのか？木田の目が泳ぐ。お前は自分の気持ちだけで人を判断する。だから相手の心の痛みもわからない。それは高校生の頃も今も何も変わっていない。他人の気持ちを踏みにじってまで自分の優位性を示そうとする。すみれを手に入れられなかった腹いせに俺をいじめ、今度は節を傷つけた。目の前にいる人の痛みも思いも全く分かっていない。そんなお前に人の幸せを壊す資格なんてない。木田は言葉を失い、その場にへたり込むように膝をつく。会場の明かりが窓の外の暗さをより濃く見せていた。貞宗がゆっくりと歩み寄ってきた。節ちゃん、今日は早めに上がっていいよ。はい。節は小さくうなずくと、俺の方を見た。お父さん、帰ろう。その言葉に、俺は少し微笑んだ。ああ、会場を後にするとき、一条が優しく手を振ってくれた。外では夜風が静かに吹いていた。それから1週間後、三者面談の日は夏らしい晴天だった。教室で
節の成績表を前に、俺と節、一条の3人が向かい合う。成績は相変わらずのオール5に近い。進路希望欄にはきっちりとした文字で料理人と記されていた。お父さん、今まで黙っててごめんなさい。節が切り出した。その声には珍しく迷いが混じっていた。その言葉に、俺と一条は顔を見合わせた。お母さんが亡くなってから、お父さんが料理できなくなったの、私ずっと知ってた。だから、自分の夢が言えなかった。でも私は、お父さんの作る料理の味をずっと覚えてた。特製デミグラスソースのハンバーグ。お母さんが大好きだった生姜を効かせた照り焼き。あの味は、私の心の中でずっと生きてた。それで、私も料理人になりたいって思うようになってた。だから、桜亭でバイトを始めたの。節は、机の上の両手を強く握りしめた。お母さんがね、お父さんの料理を食べながらよく言ってたの。これが幸せの味よって。子供だった私には、どういう意味かわからなかった。でも今はわかる。料理には、人を幸せにする力があるんだって。節は深く息を吸うと続けた。お父さんの料理は食べる人みんなを笑顔にした。私もそんな料理人になりたい。誰かの心に温かい思い出を作れる料理を、誰かの幸せの味を作れる。そんな料理人に、お父さんの背中を見て育った私だもん。きっと、お父さんみたいな料理人になれる。そう信じてる。節の言葉に、俺は息を飲んだ。目の前にいるのは、もう子供ではない。確かな意志を持った一人の料理人の卵だった。教室の窓から差し込む光が、節の瞳に映る涙を優しく照らしていた。節、今まで我慢させてごめんな。喉から絞り出すような声が出た。いつの間にか俺の方も濡れていた。料理ができなくなったのは俺の弱さだ。でもお前はずっと強かった。すみれの分まで前を向いて生きてくれた。お父さん。俺たち親子は同じ涙を流していた。それを傍らで静かに見守ってくれている一条の目にも涙が浮かんでいるように見えた。じゃあ、私バイトがあるので。節は少し照れくさそうに立ち上がり、カバンを手に取る。気をつけていってらっしゃい。一条が優しく声をかけると、節は軽く会釈して教室を出て行った。残された教室に夕暮れの柔らかな光が差し込んでいた。ねえ、福田くん。一条が窓際の机に腰をかけながら静かな声で切り出した。木田くんのこと聞いた？ああ、懲戒解雇されたって。うん、あの日の後、桜亭との100億の契約が白紙になって、会社に大損害を与えた責任を問われたんだって。自分の父親の会社なのに。一条は少し考え込むように目を伏せた。でも、あの態度じゃ仕方なかったのかもしれないわね。外では部活帰りの生徒たちの声が聞こえる。それを聞きながら一条が続けた。そういえば福田くん、桜亭で働くことになったって本当？え？ああ、そうなんだ。実は、貞宗さんから白老さんの腕をもう一度桜亭で振るってほしいって頼まれてね。コンビニ店長の仕事は慣れたけど、やっぱり心のどこかで料理への思いが残ってた。でも踏み出せなかった。俺は窓の外を見つめながら言葉を続けた。でも節があんな風に夢を語ってくれて、すみれがいない厨房で料理を作ることが怖かったけど、節の言葉を聞いてたら少しずつ勇気が湧いてきたんだ。一条が優しく微笑んだ。それに気づいたんだ。すみれがいない店で作る料理に意味がないって思ってたけど、違った。今度は節と一緒に作る料理。それはきっと新しい幸せの味になる。そう信じられるようになったんだ。素敵ね。親子で同じ夢を追うなんて。一条の言葉に俺は少し照れくさそうにうなずいた。夕暮れの教室でなんとなく言葉が出てこない。窓から差し込む夏の日差しに一条の横顔が優しく照らされていた。
今度食べに来てよ。え？世話になったお礼も込めて、特別なコース作らせてもらいたいんだ。うん。一条が頬を染めて微笑む。その仕草は高校生の時と変わらない。じゃあ約束ね。二人とも立ち上がり、教室を出る。夕暮れの廊下に長い影が伸びていた。それから1年が経った5月のある日、すみれの命日に、俺と節、一条の3人で墓参りに来ていた。墓前に線香を立てながら、ふと気配を感じた。振り返ると、木田が立っていた。福田、久しぶりだな。いつもの高圧的な態度は消え、どこか自重的な笑みを浮かべている。お前には、謝らなきゃいけないと思ってさ。木田は視線をさまよわせながら言葉を紡ぐ。あの日以来、いろいろ考えてたんだ。会社クビになって、取引先からもソース感食らって、初めて分かったよ。お前が味わってた気持ち。木田は苦笑する。今は、地方で小さな不動産屋やってる。まあ、親父の会社みたいな大きな仕事はできないけど、でもさ、お客さんにありがとうって言われると、なんかこっちの方が向いてる気がするんだ。福田、あん時は悪かった。ああ。嫌な奴だったよな、俺。今更か。思わず漏れた軽口に、木田も俺も少し笑った。今ならわかるよ。なんであいつがお前を選んだのか。結局、お前って奴は人のこと考えすぎなんだよ。ムカつくくらいに。木田は照れ隠しのように言葉を濁す。だからあいつも、墓地に静かな風が吹き抜けていく。なあ、今度店に行っていいか。ああ、来いよ。二人の間の長かった溝が少しずつ埋まっていくのを感じた。墓参りを終えて帰り道、夕暮れの商店街を三人で歩いていると、節がふと立ち止まった。そういえば、私ね、母の日記を読んでた時に気になることを見つけたの。日記？一条が振り返る。うん、高校時代のこと。先生って実は、一条が察したように目を見開く。あ、ちょっと、節ちゃん。お父さんのこと好きだったんでしょ？え？一条は慌てて手を振る。それは、昔のことだから。一条は真っ赤な顔で説明しようとする。違うの。ただクラスメートとして、私は先生のこと嫌いじゃないからね。節が意味ありげな笑みを浮かべる。それじゃあ、私先に店戻ってます。そう言って小走りに去っていく節の背中に、一条は、もう、と困ったようにつぶやいた。街灯が灯り始める商店街で二人きりになる。初夏の風がゆっくりと流れていく。うん。またお店に行ってもいいかな。もちろんだよ。うん。二人とも言葉の続きが見つからない。でも、それでいいような気がした。大切な人を失って、すべてを失ったように思えた時期があった。料理への情熱も、人を笑顔にする喜びも、何もかも手放してしまった。でも、大切なものは、本当は何も失われていなかった。娘は黙って、俺の背中を見続け、すみれは日記に思いを残し、仲間たちは、俺の再出発を待っていてくれた。新しい希望は、ずっとそこにあったんだ。それに気づくまでに、長い時間がかかったけれど、今はわかる。大切なものを失っても、きっと新しい光は見つかる。ただ、その光に気づくためには、前を向く勇気が必要なんだということ。